Sup guys, it's Poke1432, and last time on Valkyria Chronicles, we saw that Alicia went out to defend the town gate to buy time for the citizens to flee, and that Welkin and Asara still had their father's tank. They managed to rescue Alicia with said tank and successfully managed to flee from Brule and the Empire. Now let's see what the gang is up to, shall we?西暦1935年3月、帝国はガリア公国東部国境を越え侵攻を開始。帝国軍ガリア侵攻部隊総司令官のマクシミリアンは独自の軍事思想から戦車主体の機甲師団を編成し、 Sounds a lot like Blitzkrieg to me. ギルラン大要塞をはじめとするガリア東部の重要拠点を次々と制圧していった。侵攻の対象とされたブルールもわずか2時間で陥落。ウェルキンをはじめとするブルールの住民たちはガリア公国の首都ランドグリーズへと避難した。ガリア公国の首都ランドグリーズ、古くから城塞都市として栄えた町である。ユニコーンにも例えられるランドグリーズ城にはガリア公国元首コーデリア姫が住まう。中立を国是とするガリア公国では国民開閉制度と呼ばれる制度が定められていた。この制度では各教育機関での軍事訓練を単位科目として義務付けており、有事の際には一般市民が義勇軍として招集されるのだ。帝国との争いが激化した今、ウェルキンとアリシアもその例に漏れず義勇軍に配属される運びとなった。今日からここが僕の部屋か。 So now, we're in the militia! お、これが軍服だな。 Very World War I-like. 出頭する前に着替えておかないとな。よし、準備をするか。照明弾に双眼鏡、それにコンパスと地図。 Nice throat mic. 作戦行動に必要なものは一通り揃ってるな。ウェルキン、入ってもいい？ああ、どうぞ。ウェルキンも着替え終わったんだ。 Still has her head thing. よく似合ってる。かっこいいよ。ねえ、私はどうかな？新しい軍服似合ってる？そうだな。うん、よく似合ってる。すごく着慣れている感じがするな。本当に無理して言ってない？無理なんかしてないさ。凛々しくてすごくいいと思う。 And here comes Welkin's nerdiness. よかった。似合っているかどうか不安だったんだ。特に And there it is. 爬虫類の外骨格みたいでかっこいいよ。 With sparkles and all. Because that's what a girl wants to hear. 爬虫類って虫？ウェルキン、虫みたいって言われて喜ぶ女の子っていると思う？爬虫類だよ。カブトムシだよ。虫の王者だよ。嬉しくないかな。わかったわ。ウェルキンらしい褒め言葉として素直に受け取っておきますか。そういえばそのスカーフずっとかぶっているね。これパン屋で働いていた時のスカーフなんだ。へえ、
そうだったんだ。今は軍隊にいるけど、パン屋で頑張った気持ちを忘れたくなくて、また働ける時までつけていようって決めたんだ。そっか。アリシアがまたパン屋で働き始めたら買いに行くよ。あら、約束よ。焼きたてのパンをたくさん食べさせてあげるね。ああ、約束するよ。よし、準備も終わったし、中隊長のところへ出頭しようか。Squad 7 is born. 入りなさい。失礼します。本日付で義勇軍に配属になりましたウェルキン・ギュンターです。同じく本日付で義勇軍に配属になりましたアリシア・メルキオットです。私はエレノア・バーロットだ。義勇軍中隊の隊長にあたる。ウェルキン・ギュンターを少尉とし、 Instantly 第七小隊 lieutenant. の隊長をしている。 Plucked off the street and they just make him lieutenant. アリシア・メルキオットは軍 And 曹 her と a し sergeant. 少尉好きの下士官として彼の補佐を任せる。 Now I know there's a reason why they did that, you know. Apparently Welkin was a officer training university, but still. It's kind of funny. ファルディオ、君も義勇軍に配属されたのか。ああ、本格的に帝国との Joined 戦争が up, 始まっ eh? たからな。 Not drafted? 士官候補者は This guy has my 次々と respect. 配属されている。二人は知り合い？はい。こいつとは同じ大学の同級生なんですよ。こいつは自然科学、俺は考古学専攻です。しかし驚いた。ちょっと前まで学友だったのに、今日からは戦友になるってわけだ。そうだね。よろしく頼むよ。お、あなたたちにはこの後作戦会議に参加してもらう。会議の開始までにはまだ時間があるな。ランドグリーズ市内や軍施設の中には今後あなたたちが世話になる場所も多いはずだ。見回ってくるといいだろう。作戦会議の時間になったら各自作戦本部へと帰還するように。以上、解散。Alright. Now we finally have our HQ screen. So now we can actually start playing majority of what the game, you know, with all those features. So we got our squad barracks, command room, training field, and R&D facility, and 3 more that we don't have just yet, but they're not that important. But and book mode, which is where we go back for the missions in the story. So squad barracks, we can change the equipment and view the members of Squad 7. Let's check that out. So yeah, right now we just have these 4. So we have Rosie and Largo, if my controls would agree with me. So these 2, we don't know who they are yet, but they will be important to the story later on. But they are part of our squad now. We got Alicia and Welkin. And you can see here what they have, you know, equipment-wise, grenades, uniforms, all that stuff, and what they like and dislike. More on that later. But right now we can't do much here. First, we need to recruit some people into our new Squad 7, and we do that here at the command room. ちゃんと見回っているようね。感心だわ。ここは作戦司令室。あなたが率いる第7小隊の編成を行う場所よ。国民海兵制度に基づき、志願動員で集められた義勇軍の兵士を小隊に編入することができるの。そういえば第7小隊は人数が不足していたわね。ちょうどいいわ。編成について教えましょう。これが兵士のリストよ。本人の適性をもとに陛下は最初から決定されているの。それでは5つの陛下について説明するわね。まずは偵察兵。その名の通り偵察を任務とした陛下よ。特徴は移動力。敵の情報を集めて戻ってくるだけの脚力を有しているわ。あと探知能力にも長けていて、草むらに潜伏した敵を遠くからも発見できるの。弱点は攻撃力が低いことね。だから前線へは索敵に向かわせるだけと割り切った方がいいわ。
次は突撃兵。最前線に突撃し敵を一掃する兵かよ。特徴は高い攻撃力と防御力。こと戦闘に関しては右に出る者がいないわ。これといった特殊能力はないけれど、目立った弱点も存在しない。最も安定して運用できる兵科だと思うわ。次は対戦車兵ね。戦車に対抗できる重要な兵科よ。特徴は言わずもがな。特殊な条件を除けば対戦車兵だけが戦車にダメージを与えられる。爆発系の攻撃に耐性があるのも特徴ね。戦車榴弾にも強いわけだから、まさに対戦車ね。弱点は足が遅いことと、逆に銃弾に弱いこと、さらに弾数制限があることが挙げられるかしらね。次は支援兵。兵隊や戦闘支援を司る兵かよ。特徴は弾薬の補給や治療ができること。戦車の修理もできるわね。土のうの設置や地雷の除去、櫓の修理などの戦闘支援も行える、まさに支援のエキスパートよ。弱点は攻撃力が低い点。あくまで後方支援要員と見た方がいいわ。最後は狙撃兵ね。遠く離れた場所から目標を狙い撃つ兵かよ。特徴は高い射撃能力と長い射程。かなり距離が離れた敵にも命中させられるの。狙撃兵のライフルにはスコープがついていて、より精密な射撃が可能となるのよ。弱点は移動力と防御力が低いこと。孤立して敵と向き合ったらまず助からないわね。以上が各兵科の簡単な説明よ。では早速あなたの小隊を編成してみて。最大人数は20人。いつでも入れ替え可能よ。Alright, now we have 17 open slots in all of these recruits. And the great thing about this game is that each and every character, regardless of whether they interact in the story or not, they each have their own unique personalities, and it's pretty fun to, you know, see how each of them are and to use them as well. Now, the roster at the beginning of each game is randomized every single time, so if you're playing along as well, you'll probably have a different starting roster than me right now. Now, after every single mission we complete, story mission we complete, we will get some new recruits every once in a while, but right now this is all we got. So we got a lot of scouts and shock troopers to pick out of right now, and a little less lancers, engineers, and 2 snipers. So let's start off picking off of the ones that we have less options from. And since there's only 2 there's only 2 snipers, I feel like I'll have to use both. Okay. Now, what you can see here is that they each also have their own unique potentials so each one gives them different buffs and debuffs. Like here, this guy is desert bred, so standing on loose, well, pretty much being in the desert makes him more effective in desert type environments. And he's also good at killing snipers, but he hates Darksons, so he's a racist. But you know, if he's near a Darkson, then he is less effective in combat. And he likes Kevin and Newt, so that means if he is near those people and they manage to... Okay. I enlisted her just now on accident, but I was going to do that anyway. But as I was saying, the people that they like, if they're near them and they manage to do this kind of combo attack, then if they will both attack at the same time if they're both near each other, and if they're near someone they like, then they do extra damage. So there's that. But right now, let's get both of these snipers in. I'll probably switch him out as soon as I get some other choices. Nadine's pretty awesome. I mean, all the engineers have some pretty weird
pretty bad debuffs, but I feel like Nadine's like one of the better ones. ネーディレスです。本日からお世話になります。 And let's pick a few more. City Gate Shut In, Neat Freak, Frail Body. I mean, you can see here. Worries about dirt, decreased accuracy. Having less than full AP makes him totally feel exhausted. Or half full AP. Lonely. Evasion ability decreases when alone. Okay. I'll pick you. クローディア・モンスです。ご期待に添えるよう頑張ります。 And one more. Well, for now, one more. Let's see. Yeah, let's do you. エルバート・ニールセン、気が向いたら頑張るよ。 Okay, now let's move on to the Lancers, the anti-tank guys. Man, I keep doing that. Okay. There we go. Yoko's pretty good. 私はヨーコ・マルテンス。これから世話になるよ。 And let's see. Another Darksenator. I'm gonna try to not use Darksenators. But let's see. Hector. 自分はヘクター・カルベと言います。本日からお世話になります。 Let's see. Neat Freak. Camp Defender. Scout Hater. But it's only when it says Scout Hater, it doesn't mean being next to scouts. It means more like attacking scouts. So if she's ever attacking a scout, then she'll do less damage. So it's not much of an issue since it's an anti-tanker. So I'll use her. 名前はエリシス・ムーア。よろしく。 And let's see, what do I have now? So I have 4 anti-tank, or 4 lancers, 3 engineers, 2 snipers, and I still have 9 open slots. Okay, and we have Rosie and Alicia, and Welkin, who is not shown here since we are the commander. Okay, now let's pick out some scouts. Okay, so Aika is actually a cameo from another 私の game. 名前はアイカ・トンプソン。頑張るからよろしくね、ベルキン。 I don't quite remember what game she's from. I haven't played it, but it's from another JRPG that Sega published. But yeah, and her and Vice, they're both from different games, but they're here that you can use. And they're actually some of the better characters to use too. Let's use Juno. Yes. ユーノコレンです。本日より第7招待でお世話になります。 And let's see. あたいフロージア・ヨーク。今日から世話になるね。 I'll use Cherry, even though she's a chatty Cathy, which is kind of not that good, but the other ones are 私チェリー pretty スタイ useful. ネン。よろしく。 Let's see, and now we have 5 more open slots. We have 1, 2, 3, 4, 5 scouts. Rosie. Oops. 4, 3, and 2. So yeah, okay. Let's pick out some shock troopers now.
Okay, so apparently Edie's really popular in Japan that they even made her own DLC for this game. And her backstory is that she's a self-proclaimed idol. And she has an interesting personality. Now Jane. Jane is amazing. ジェーン・ターナーだ。帝国を倒せるなら何でもする。 She's like one of the best shock troopers. Mainly because like every single one of her potentials are really good. Child of Nature, Lancer Killer, and Imp Hater. Well, maybe not Child of Nature because it means being on not being in cities and stuff lowers your defense. But the other two are like really good, and eventually you'll get other potentials that will be really useful as well. And let's see, who else can we get? Let's get Hans. ハンメス・サリンジャース。今日からお世話になるっす。 Yeah, let's get Edie. 私はイーディ・ネルソンですわ。今日からお世話になってもよろしくってよ。 Who else? Lancer Hater, Country Bird Camp Defender, Metalhead Shut-In. So boost when near metal, drop in defense when around in camp. Not many missions have you stay in camps. Except this next one that we're about to do, but whatever, I'll take her. ウェンディ・チェスロック。よろしく。 And we have one more open slot. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 of those. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3. Alright. Let's get one more scout. Because I feel like I use them more often. Let's get Ted. はいどうも、テッド・ユスチノフです。よろしくお願いします。 Alright. And now we have a full roster for Team 7. Or Squad 7, my bad. どう？招待を編成できたかしら。今後も隊員の入れ替えをしたいときはここに来るといいわ。時間が経てば新たな兵士も動員されてくるから、こまめにリストをチェックするといいわね。そうそう、新たに動員される兵士もちゃんと兵科訓練を受けているから安心して。これまであなたと共に戦ってきた隊員たちと兵科のレベル Yeah, so that's one of the nice things about this game. The experience isn't attached to each character, it's attached to the class. 大きく戦力が低下するようなことはないはずよ。あなたは自分の目を信じて、 Yeah, you can switch out characters however you feel like and you won't lose anything really. 私からの説明は以上よ。あとは自分なりに考えてやってみなさい。隊長ってのも大変なものだな。そういえばファルディオは第一小隊の隊長だって言ってたな。あいつも今頃部隊編成とかやってるのかな。よし、僕も僕なりに頑張ってみるか。 Alright, now the training field. This is where we level up our classes. よく来たな、ウジ虫ども。俺が今日から貴様らを鍛える教官だ。 Hello, Mr. D.I. まあ、鍛えると言っても大したことはできない。所詮、実践に勝る訓練などないからな。ここでは貴様らが実践で積んだ経験を俺に示してもらう。俺はそれをもとに貴様らの能力を伸ばしてやる。つまりここはレベルアップができる場所だ。ただし軍隊において個人なんてものはない。あるのは部隊であり陛下という区分だけだ。故にレベルは陛下ごとに設定されている。
偵察兵レベル2、突撃兵レベル3などとな。そして偵察兵の兵科レベルが1上がれば、偵察兵の兵士は皆一律レベルが1上がる。いいか。 Oh man, I love it when he just does that crazy little turn レベルアッ thing. プは兵科ごとよく覚えておけ。では実際に陛下のレベルアップのやり方を教えてやる。と言っても簡単だ。戦いで得た経験値を鍛えたい陛下に割り振っていけばいい。割り振った陛下の経験値が一定の数値に達したら、その陛下がレベルアップするというわけだ。どの陛下に割り振るか選ぶのは隊長の貴様だ。では実際にやってみろ。鍛えたいだけ鍛えるがいい。 Alright, so we got 2,350 experience, and we can level up any of these classes. So, let's split it up like this. Just get everyone to level 2. へこたれるな、曲げるな、頑張れ。よくやった。これで貴様らもレベルアップだ。どうやら対戦車兵どもに新しいポテ Yeah, ンシャ so ルが目 eventually 覚め with たよ each うだ class, な。 at certain levels, you get new potentials for that class. どうやら狙撃兵どもに新しいポテンシャルが目覚めたようだな。 And we still got 1,150. Let's see. Let's put some of that into the scout. Actually, it's all we can do. Yeah, let's do that. 把握。よくやった。これで貴 You're 様らも one レベル level アップ closer to だ。 human. Alright. Yeah. So here you can also check out the potentials if it says they ever got a new one. But yeah, like here we see that our tank killers, they have an extra potential that a lot of the other classes don't have. Like the other classes tend to only have 2 or 3, while a lot of these guys now have 4. But yeah. どうだ。これが陛下別の訓練ってものだ。戦いで経験値を獲得したらここに来るがいい。そうだ、付け加えておくことがある。陛下がレベルアップした時にポテンシャルが目覚めることがあるのだ。ポテンシャルとはそいつが持っている潜在能力だと考えていいだろう。それは戦場で発揮できる一種の能力だ。大事にするがいい。同様に陛下のレベルが上がるとオーダーを習得できることもある。そうだな、せっかくだ。貴様にこのオーダーを教えてやろう。 Golden oldie. つまりこれは隊長である貴様だけが使える特殊な命令だ。要するにだ。 Yeah, so orders are something that you're able to use in the command mode during battles. It's a way to give extra boosts to certain characters, ポテンシャ certain ルとオー units. ダーを得ることも可能というわけだ。わかったか。訓練というものがいかに大事か。次からも陛下ごとにビシビシ鍛えてやるから覚悟しておけよ、ウジ虫ども。Alright, we're kind of running almost on 30 minutes now, so next time we will be exploring the R&D facility, and we shall now be moving on after that to the next part of the story, the next actual combat mission. So please rate, comment, and subscribe, and I'll be seeing you soon.